そうですね、お部屋の中に1個、小物だったらもう少しあってもいいと思うんですけど、ぐらいは混ぜてもらいたいなっていう感じです。最近インスタとかで流してるんですけど、すごいアンティークの私、あげたりしてるでしょ。あれはこの間、ベアトリスさんの、お知り合いということでね、紹介してもらった、アンティークの、ディーラーさんというかバイヤーじゃん、ディーラーさんなんですね。で、普通アンティークっていうと、1個しか商品がないから卸で、それでも一般の消費者向けに売ってるところ多いんですよ。だからクリニャクールとかね、バンブーっていうところがあるんですけど、そういうところのそういうディーラーさんっていうのはショップ持ってて、それで土曜日、日曜日、月曜日と空いてるんですよ。で普通他の日は閉まってるのね、でその日何してるかって言ったら買い付けに行ってるんですよ。やっぱりコツコツ買い付けに行かないと、もうとりあえず日曜日にたくさん売れたのはもう商品ないよみたいな感じになるから、それとかお店を持ってない人もいて、そのお店を持ってない人は、フランス各地でアンティークの位置があるんですよ。その建物も何もないところでこうダーって、でアンティークの業者さんがいっぱい集まってね、だからもう全国回ってる人もいる。私がそのベアトリスさんに紹介してもらった人っていうのは、アンティークのショップされてるんですけど、卸専門なんですよ。だからコンテナで出してくださいねっていう感じが、ちょっとだいぶたくさん買わないといけない。その代わりって言うとあれなんですけど、めっちゃ安い。で今ね、もう現行品が高くなってるから余計に安く感じるんですよ。前はアンティークの方がやっぱり実際ちょっと高かったんですよね。同じぐらいの幅が2メーターと2メーターぐらいのキャビネットってあったら、新しいものの方が安い感じでした。やっぱり希少だから。でそれがなんかすごく安く感じて、だし、その人すごい可愛いんですね。ベアトリスさんのその寝具をディスプレイするアンティークのベッドとかね、ベアトリスさんの家具ほとんどアンティークなんですよね。木棚とかもあるんですけど、それもアンティークでね。でなんかこれどこで買ってんのって言ったら紹介してくれて、とりあえず最初だからシャンデリアだけねちょっと注文して、であとはね9月に次展示会行った時にそこまで行って、それでちゃんとまとめてこようかなと思ってるんですけどね。なんでアンティークかね。そうなんです。それはね、どんな感じのインテリアの流れであっても、やっぱアンティーク入れるっていうのがね、やっぱなんていうかパリスタイルの、基本っていうかね、でアンティークか、ちょっとエスニックなもの。でもアンティークっていうのはすごい希少やし、本当のこと言ったらね、フランス人はそれをアンティークショップで買ってくるんじゃなくて、もう代々受け継いできたものって言いたいんですよ。でなんかこれねおばあちゃんのとかって言うんですけど、絶対嘘やろうと。実際のフランスの方でもみんながみんなそういうわけではやっぱりね、アンティークってやっぱ高いし、それにそのちょうどいい感じの大きさってやっぱなかなかないんですよ、その住宅に合わせてね。でアンティークってやっぱり大きい、すごい、もう少しちっちゃいのあったらいいのにと思うのに大きいんです。なんでかって言ったらね、やっぱ大きいお屋敷のやつしか残ってないんですよ。ちっちゃな庶民が住んでたようなところの家具ってもうボロボロすぎて残ってないから。でイギリスのアンティークはね、シチズンっていうかもう市民がいたから、その中流階級の人たちが、産業革命で裕福だったから文化的な生活してたからね、その人たちが使ってた家具って割と小ぶりでね、でクオリティもあってっていうのがやっぱ残ってというか、アンティークって言ったらイギリスのが多いかなと思いますけどね。だからもうフランスのアンティークってないんですよ、そもそも。そのベアトリスさんに紹介していただいたその方は、本当になんかちょっとファッショナブルでね、これいいなって思うようなのを集められてるから、もう一度で気に入ってね、でお店用のアンティークのシングルベッドないから、シングルベッドとかも
オーダーしたんですよ。でそれがなんかこのオーダーしたよみたいな感じであげてたら、もうすごいもうこれ買いますみたいな、値段も全然いやまだ値段分かりませんけどみたいな感じで、たまたまそのシャンデリアをあげてたシャンデリアも向こうでお金払ってきたから、金額分かってたからこれぐらいですって言ったら、じゃあもうそれ買いますからって言ってもう売れたんですよ。お客さん売れてて、でまあそのアンティークがお好きな方って一定数いらして、で私も好きは好きなんですよ。だけどアンティークが好きだからって言ってアンティークでガーっていったら、いやちょっとねみたいな、やっぱりなんかまあトゥーマッチになるから、まあそうですね、お部屋の中に1個、まあ、小物だったらもう少しあってもいいと思うんですけど、ぐらいは混ぜてもらいたいなっていう感じです。それがまあなんていうかな、フレンチっていうか、まあ、強いてはまあパリスタイル、必ず古いものを入れる。だからね、もうそのね20代の一人暮らしのね、高いパリのアパートのね家賃払ってて、そんなすごい家具買えないでしょ。さあ、まあ、IKEA とかで買ってる人いるんですよ。それでもやっぱりアンティークがあると一つぐらいね、そうするともうなんかやっぱりこうキュッとインテリアが締まるかなって。でそれは家具だけじゃなくてね、まあ、布物であったりとか、それからまあ YouTube で行かしていただいたエロディさんって言ってパリのね観光局にお勤めの彼女は、ご両親が使っててお母様が紋章を刺繍されてるんですよ、お家の中。それをシーツなんですけどね、もうなんかやっぱりずっと使いたいからって言って、やっぱりそういうのあるとね、もうその方らしいお家ができるんですよね。なのでまあアンティークってね、嫌いな人もいて、ちょっと極端に分かれちゃうんですけど、やっぱりねこう年月を経てきた、でゴミになって捨てられずにこう残ってきた、なんていうか存在感っていうか、なんか一つぐらいは入れてもらいたいなって思います。こう今すごくナチュラルでね、すごくこう、シンプルなインテリアがね、主流じゃないですか。でそうするともうなんかね、もう本当にこうスキーとこうショールームみたいな感じで作っても、全然ねいいなって思えないんですよね。でそこでやっぱりこれどっかで見つけてきたこれだからで、これはこんな風に使われてたやつなんだとか、そういうストーリーができるとね、やっぱなんかインテリアデコレーションに厚みができるかなって思うから、一つは入れてる。だからもともとねこれとかは前に入れてたアンティークのこのオマージュというか、もうほんまにまあそのままじゃないんですけど、再現して作ってるんですよ。だからまあこんな感じでね、本当のアンティークがあったらもっといいんですけど、いやないんですよ。でアンティークのねあれですよ、可愛いなるんですよ。これとかめっちゃ可愛いね。これもお問い合わせあったんですけど、これね2メーター20やったかな、サイズが。ちょっと大きすぎるって言って、だからもうこれショップとかにあってもめっちゃいいと思うけどね。この辺もちょっとこう一個ずつ見てもらってないけど、これなんかこうバーカウンターみたいな感じなんかなと思う。でこの辺もなんかちょっとキャビネットっぽいでしょ。実際見てね、よかったら買ってこようかなと思ってるんですけど、まあ、こんなんもね面白いなと思って。なかなかないんですよこれね。昔やから、こうそんな成功じゃないけど、多分これ吹きガラスなんですよね。それとかこれはこれそんなに、古くないと思うんですけどね。まあそんな感じで、アンティークっていうのはまあちょっとお部屋に厚みができるかなって思います。これなんかシーソー喜んでやってる。あとこの辺も可愛いでしょ。この壺もね。それであとなんかこんなんもある。これも可愛い。ね、私この鉄がいいけどなとかってそうですね。いいでしょうね。なかなかこういうので現行品でも作ってるとこ自体がないから、でも玄関とかでこう何もない空っていうかね、空間なんでちょっと入れていただくのにいいかなって思いますね。はい、こんな感じです。だからアンティークは、まあ、嫌いな人以外はね、もしいいのが見つかったら入れてもらったらいいかなって思う。一期一会の出会い。一期一会。そうそうそう。
ですよ。この間のライブの時に、アンティークの可愛いカトラリーも見つけたっておっしゃってて、カトラリーこそアンティークだったらシルバーでお手入れ大変で、実際使うのか、ディスプレイ用なのか、どうなんだろうと思って。昔はねよく置いてたんですよ、アンティークのカトラリーね。で大体シルバープレーテッドなんですけど、もう剥げてるんですよ。もうそんななんか100年200年前のやつやからね。そしたらまあ別にそのなんか磨き込んでどうとかせずに、こうなんかちょっと剥げた感じの可愛らしさっていうのがあるから、まあ普通に使ってもらったらいいと思う。それでもちょっと状態の良くないのだったら、下のブロースってこうちょっとゴールドの真鍮みたいな、あんな感じがもう見えてたりするんですけど、もう全然可愛いので、気軽に使っていただいたらいいと思う。それでカトラリーはもう本当にそれこそ貴族のお家からこうなんかセットで箱入りで、もうなんか36ピースだとかね、そんなんだったらもうすぐ高いけど、ちょっとバラだったらもうすぐ安いんですよ。なんかフォークとスプーンだけしかないんですよとか、ナイフだけとか。でそれでアンティークだったらねちょっと違うデザインでも合わせても可愛いから、もうなんか楽しいです。なんでまあカトラリーもお願いしてるので、はい、まあ楽しみにしててください。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。